こんにちは。今日は既製品の底板を使って透かし編みのバッグを作っていきます。底板を使うので簡単です。とても綺麗な透かし編みで使いやすいバッグを作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをにしてください。今回使う糸はダイソーさんのマクラメヤンの細いもの。色はブライトベージュ。30g で38メートル。材質はポリプロピレン。使用かぎ針の目安は5号。これを今回2本一緒にして編んでいきます。かぎ針は7号を使います。底板はこれはセリアさんで買いました。でしっかりとして硬いものです。サイズは10センチの 19.8 センチ。穴の数は42。こっちは前回買ったもの。値段も同じでサイズも同じなんですが、こっちは材質がフェイクレザー。少し柔らかくて少し厚手で、見た目もこっちの方が落ち着いていて可愛いと思います。両方あったらこっちの方を選択する方が編みやすくなっています。ちなみにこれは同じ材料を使って4月に作っています。こっちも可愛いのでよかったら見てみてください。もう一つ同じ材料で作ったもので、こっちも可愛くできています。これも4月に作っているのでよかったら見てください。それとこの糸の端が少しほどけるので、後でライターで炙ってほどけにくくします。ライターも用意します。あとはマーカーととじ針を使います。まず底板から糸を出します。底板は横から見て少しくぼんでいる方を上にします。横からスタートします。糸は2本で糸を引き出します。鎖1つ、細編みをしていきます。同じところに細編み、糸を引き出して細編み1つ、これが1つ目。後で分かりにくくなりそうだったらマーカー。次の穴、ここにも細編み。垂直に針を入れると糸を出しやすいと思います。同じところにもう一つ。これで一つに2つ。次も2つ、2つ。全部2つ編んでいきます。1つ目、もう1つ。これで2つ。次も同じ。全部1つに2つずつ。ここまで編んでいきます。ここは細編み1つ。次は2つ。2つ。で1周します。1周してきました。最初の糸端を手前に持ってきます。この状態で1つ目の細編みに引き抜きます。で引き抜きで、この最初の糸端と結んでおきます。この糸が滑りやすいのでしっかりと結んでおきます。でこの糸端をこっちに隠します。でとじ針を使います。で糸端を隠します。これを少し引っ張って短めに切ります。でこれをライターで溶かします。やけどしないようにして
これを引き込みます。これでほどけなくなりました。元の糸に戻ります。次は2周目、鎖1つ、これを裏返します。2周目はこの向きにして編んでいきます。でここから細編みをしていきます。でその前にちょっとマーカーをつけます。この1周で細編みを少し増やします。だいたいこの位置とこの位置、4点にマーカーをつけます。少し増やしたいところにマーカーをつけます。私はこれぐらいのところにつけました。大体で大丈夫です。で、最後にこの最初の細編みのところ、ここにも2つ細編みをします。元の糸に戻ります。まずこの鎖の根元、ここに細編み2つ、ここにします。1、同じところに2、これで1つに2つ、1つ目にマーカーをつけておきます。次から1つずつマーカーのところまで来ました。ここには細編み2つ、ここで数を増やすと後で模様に必要な細編みの数になります。ここは2つにして、次はまた1つずつ、でこのまま1周します。マーカーのところは2つ、ここも2つ、2つ、2周目を編んできました。1つ目の細編みに引き抜きます。次も細編みをします。鎖1つ、同じ向きで編んでいきます。根元に細編み、次も全部1つに1つの細編みをしていきます。これで1周します。同じようにして何周か編んできました。そこから数えると1、2、3、4、5、長さはだいたい 3.5 センチ。次は模様編みをしていきます。鎖4つ、1、2、3、4、根元に長編み、ここに長編みをします。2本ずつ引き抜いて長編み、これで V ができました。次は足元、1、2、3、4、4つ目に長編み、長編み1つ、同じところにもう1つ、鎖1つ、同じところに長編み2つ、もう1つ、これで長編み2つ、鎖1つ、長編み2つ。次は V、 足元1、2、3、4つ目、長編み、鎖で同じところに長編みで V ができました。次はこれを繰り返していきます。1、2、
3、4、長編み2つ、鎖1つ、長編み2つ、次は V、 1、2、3、4、これを繰り返していきます。一周します。模様編みで一周しました。今長編み4つ編んだところ、最後は最初の鎖、下から1、2、3、ここに引き抜きます。次は2周目。2周目はこの部位の真ん中から糸を出します。このまま部位の中、糸を出して、これをかぶせて引き抜きます。これで部位の中から糸が出ました。今度はこの部分を編んでいきます。鎖3つ、2、3、部位の中に長編み、鎖1つで、同じところに長編み2つ、ここにこれで長編み4つ。次はこの長編み4つの間、鎖1つの下、ここに V を作ります。長編み1つ、鎖1つで、長編み1つで V ができました。次また V に長編み4つ、これを繰り返していきます。これで1周します。模様編みの2周目を編んできました。今 V を編んだところ、最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜きます。次は3周目。この真ん中からスタートします。今糸が出ているところから隣、この鎖1つの下、針を入れてかぶせて、真ん中から糸が出ました。でここでまた V を作っていきます。鎖4つ、1、2、3、4で、同じところに V、 ここから今までと同じです。 V にこの長編み4つ、長編み4つに V、 これを繰り返していきます。このまま同じようにしばらく編んでいきます。8周編んできました。長さはそこから測って15センチ。最後は細編みで1周します。まず鎖を1つ、根元に細編み、次はこの長編みの上、ここに細編み、次はこのスリット、鎖の下、次はここと編んでいきます。長編みの上、V の長編みの上、鎖の下、でまた一つずつ、これで一周します。細編みで一周しました。次はストラップを作る位置にマーカーをつけます。
まず底を見て、で整えて、脇にマーカーをつけます。細編みの数を数えて、こっちも数えて同じ幅にします。次はストラップを作る位置。私は中央を約10センチ、脇は8センチ、こっちも同じ。マーカーとマーカーの間の細編みを数えると15、こっちは13、こっちも13、こっちも同じくマーカーをつけます。で、今の状態を上から見ると、ここが糸の出ているところ、ここからこれが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目、この糸の出ているところから1つ目のマーカーのところまで細編みをしていきます。脇につけたマーカーは必要なくなります。ここから細編みをします。鎖1つと根元に細編み、これが1つ目。次は2つ目。次も細編み、全部一つに一つの細編みで、この1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。1つ目のマーカーのところにも細編みをします。次から鎖を編んでいきます。まず1つ目。この1つ目の鎖にマーカーをつけます。裏を見て、この糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。表から見るとこんな感じ。ここにマーカーをつけました。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。この鎖はあまりきつくしないで編んでいきます。鎖を28センチ編んできました。鎖の数は36。私はこれぐらいの長さにします。2つ目のマーカーのところにつなぎます。最後の鎖にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、表から見るとこんな感じで、鎖がねじれていないか確かめます。つなぎます。つなぐときにはこっちが鎖、こっちが長い糸でマーカーで、手前から向こうに糸を引き出して細編みをします。これでつながりました。次から一つずつ普通の細編みをします。で、次もこのまま反対側まで編んでいきます。反対側まで編んで、ここでまた鎖、細編みでつないで、このスタートしたところ、ここまで編んだら引き抜いて鎖1つで、また1つ目のマーカーのところ、この手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。ここではカーブを作ります。今足元を見ると普通の細編み1つ、次は鎖の出ている細編み、その次は1つ目の鎖、こことここを1つにします。まずここから糸を出します。次はこの1つ目の鎖、マーカーがついています。ここにかぎ針を入れて糸を出します。これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。今
引き抜いた糸にマーカー、次から鎖の一つ一つに細編みをしていきます。この裏の糸が盛り上がっているところ、細編み、次も全部一つに一つずつ細編みをしていきます。この2つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。次はこことここで一度に引き抜きます。まずこのマーカーをつけた最後の鎖、糸を引き出します。次はここから糸を引き出します。これを一度に引き抜いてカーブができました。今引き抜いたところにマーカー、次から一つずつ普通の細編みで、このまま向こうまで編んでいきます。細編みをして、でここではまたここから糸を出して、次はここからこのマーカーのところから糸を出して一度に引き抜きます。で細編みをして、でここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。でこのスタートしたところまで編んでいきます。スタートしたところまで来ました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は最後の周、鎖一つ、次も細編みですが、ここではなくてここにかぎ針を入れます。で大きな細編みをします。これで細編み、これが一つ目、マーカーをつけておきます。次も同じ、ここに細編み、次もここ、このまま一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーのついた分をここにします。この分をここで大きな細編み、次からこっち、この分をここにします。次はこの分をここ、でここ、でこのまま一つずつ細編みをしていきます。二つ目のマーカーの分をここにします。でまた大きな細編み、これは3つ目、3つ目のマーカーの分をここにします。でまた細編みをして、この分をここにしてスタートしたところまで編んでいきます。大きな細編みで一周しました。最後は針で始末します。少し長めに糸を残して切ります。で最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。一つ目の細編みの手前から向こうで、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れて裏に出して、これをつながるようにして引き締めます。で整えます。あとは裏でほどけないようにしっかりと隠します。
これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。しっかりしたストラップになっています。底板を使っているので安定しています。サイズを測りました。上から下まで19センチ、横幅28センチ、ストラップは32、使った糸の重さは 200g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。